なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第3章勇者学院編第73話魔王の自習第74話1位兼シグシェスタ朗読を始めます。魔王学院の不適合者第73話魔王の自習。すごいよアノス様、いつも通り尊いよ。アノス様が勇者の魔法を教えてくれれば学院交流なんてしなくてもいい気がしてきた。でも学院交流はアゼシオンまで私たちが行くってことだよね。そうしたらどこかにお泊まりすることになるんだよね。もしかしてあんたそれにかこつけて予売する気？そんな恥ずかしいことできないよ。じゃ何よ。アノス様が寝ている建物で私も寝ることになるでしょ。そうしたらもう一緒に寝てるってことだから、つまり抱かれたも同然だよね。あんたのたくましい妄想の方が恥ずかしいわ。ファンユニオンの連中がキャーキャー騒いでいる。そっか、あなたが例の不適合者ね。ようやく思考が動き始めたか。メノンは俺の制服についた交渉を見てそう言った。見覚えがあると思ったわ。アノスくんでしょ。魔剣大会で優勝した。噂通り信じられないことをするのね。俺の力は話に聞いていたのだろうが、実際に目の当たりにすればやはり驚きを隠せないのだろうな。まあエミリアが教室でのことをそのまま他の教師に伝えていたとは思えない。半信半疑だったのかもしれぬな。しかしこの様子からするとエミリアのようにガチガチの皇族派というわけでもなさそうだな。じゃ勇者の魔法のことはこのぐらいにして。さっき言った通り来週の頭からこのクラスのみんなは勇者学院のあるオートガイラディーテへ行くわ。私が受け持っている3回生1組のクラスと一緒にね。必要なものは今日フクロウがみんなの家に書類を届けるからそれを見て揃えてきてね。仕切り直すかのようにメノウが言った。ちょっと早いけど3回生のクラスに行かなきゃいけないから今日は自習ね。他のクラスの迷惑になるからあんまり騒がないでね。メノウはドアの方へ向かう。教室を出る寸前何かを思い出したように振り返った。そう多分勇者学院では軍勢魔法の実践授業としてアスラとガイズで対抗試験をやるわ。交流目的といってもうちはディルヘイド中から優秀な魔族を集めているんだから負けたら承知しないわよ。いたずらっぽくメノウはウインクする。まあ魔王学院の権威は上級生たちが示してくれると思うけど無様なところは見せないようにね。それじゃ頑張って自習するのよ。今度こそメノウは教室から出て行った。自習か。サボる気じゃないでしょうね。隣でサーシャがじとーっとした視線を向けてくる。まさかそれなら退屈な授業にわざわざ出てこないぞ。俺は立ち上がり言った。ミーシャ、サーシャ、レイ、ミサ、少し付き合え。いいけど。とレイが言い、ミーシャが俺に尋ねた。何をする？せっかくの自習だからな。お前たちに力の使い方を教えてやる。俺が手を伸ばすとミーシャがその手を握る。サーシャ、ミサ、レイの順番に手をつなぎ、ガトムを使った。転移してきた場所は魔樹の森である。体を動かすならこの場所が一番だろう。どれだけ暴れてやっても魔力のある土壌はすぐに森を復活させる。嫌な予感がするんだけど、ここで何をするの？全員でかかってこい。一瞬サーシャは遠い目をした。本気で言ってるの？力の使い方を教えてやると言っただろう。勇者学院との対抗試験もあることだしな。思うんだけどアノス一人で何の問題もないんじゃないかしら。否定はしないがな。サーシャは不思議そうな表情を浮かべる。魔剣大会で俺は学んだことがある。ミーシャが俺をじっと見てくる。何？たとえ取るに足らぬことでも全力で取り組むことに意味がある。頑張ることこそが尊いんだ。天地がひっくり返っても届くだろうと分かっていても全力で駆け抜ける。それこそがかけがえのない時間を生む。めちゃくちゃな力を持ってるくせに青春っぽいセリフを言わないでくれるかしら。サーシャがぼやき
ミサは苦笑いを浮かべる。あはは、普通は届かないと分かっていても、ですよね。でも、わかるよ。アノスの気持ちは。お前ならそう言うと思っていたぞ、レイ。彼は爽やかに微笑む。いいこと。ミーシャが言った。そうか。彼女はこくりとうなずいた。頑張る。ミサに視線をやると、もちろん私もやりますよ、と返事をした。サーシャ。やればいいんでしょ、やれば。付き合ってあげるわ。ふっと俺は笑い、4人に背を向けて歩いていく。物分かりのいい配下を持って嬉しいぞ。振り返り、魔法陣を一問展開した。サーシャが目を丸くする。ちょっと、あなたそれ、まさか。うまく防げ。でないと、死ぬぞ。打ち出された漆黒の太陽が光の尾を引き、サーシャを強襲した。とっさに彼女は勢いよく、フレス、で飛び上がり、寸前でそれをかわす。後方の木々が黒木爆炎によってなぎ払われた。続けてもう一問、俺は魔法陣を展開する。待ちなさいよ。こら、ジオグレイズ、流行りすぎでしょ。自習じゃなかったの。命のかからぬ自習などあるものか。何言ってるの？バカなの？いいか、サーシャ。根源が最も魔を放つのは、それが消滅の危機にさらされた時だ。火滅ぼせんとして光を増す。これこそが魔法を学ぶ者にとって、確かな道しるべとなる。ジオグレイズを再び放てば、彼女は切羽詰まったような表情を浮かべながら、かろうじてそれをかわす。後ろはすでに焼け野原だ。魔力が強くなっても死んだら意味ないわよね。無論だ。火滅ぼせんとして光を増し、その光を用いて秘滅を勝つす。つまりだ。死ぬ一歩手前の力を使い、自らを救え。そうすれば、次の死ぬ一歩手前の力はさらに高まる。死の危険がないからこそ、この時代の魔族は弱い。魔力を強くするには、死なぬ程度に死ぬことこそが寛容だ。俺は魔法陣をまた一問展開する。無茶言わないでよね。お前ならできる。そんなわけ。できる。俺が信じられないか、サーシャ？そう口にすると、サーシャは黙って俺を見返す。破滅の魔眼を使え。あれは究極の反魔法だ。エウゴ、ラビアズの時間魔法に抵抗した時のことを思い出せ。ジオグレイズを再び発射する。もう、本当に。サーシャは前方に反魔法を展開する。そして、向かってくる漆黒の太陽にその魔眼の魔力を全力で叩きつけた。死んだら、責任取りなさいよ。ジオグレイズはサーシャの反魔法をあっという間に燃やし尽くす。直後、サーシャが使った破滅の魔眼はその漆黒の太陽の勢いを削ぐ。炎が剥がれ落ちるように太陽が小さくなっていくが、しかし、完全に威力は失われず、サーシャめがけて突っ込んでいった。キャー。サーシャが黒き炎に包まれ、魔樹の森の向こうへ吹っ飛んでいった。大丈夫でしょうか？生きてる。ミーシャが言う。決死の破滅の魔眼は、完全とまでは言えないが、ジオグレイズを防いだのだ。不死鳥の包囲の力があるため、死ぬことはないだろう。反撃を、と言いたいところだけど、そういえば剣がないんだった。任せて。ミーシャは、アイビスの魔法で、レイの目の前に氷の魔剣を生み出した。助かるよ。レイはそれを手に、俺に向かってくる。行くよ、アノス。残念だが、右手の手のひらでそれを受け止め、俺は難なく刀身をへし折る。すると、氷の魔剣は粉々に砕け散った。ミーシャ、アイビスの作り込みがなっていないぞ。石を創造するときに石を創造するな。石を構成する原子を創造しろ。ならば、魔剣を構成するものは何だ？もっとよく深淵を見つめるがいい。そう言いつつ、レイに拳を突き出した。彼はそれを素手で裁こうとする。一瞬防ぎ切ったかに思えたが、俺は力ずくでその手を跳ねのけ、彼の溝落ちに拳が突き刺さった。レイ。剣を失った時の立ち回りをもう少しよく考えておくのだな。剣を持っていれば、そこらの相手に負けることはないだろうが、そうでなければ、付け入る隙はいくらでもあるぞ。それにしても、こないだより強くなっているような気がするけど、
いつまでも同じ場所で足踏みをしている俺ではない。追いつきたければ、全力で追いかけてくるがいい。レイがその場に崩れ落ちる。ポツ、ポツ、と雨が降ってきた。ミサの姿がない。フスカの魔法だろう。俺に同じ魔法を何度も見せるな。いくら精霊魔法と言ってもな。ゆるりと歩いていき、俺は目の前に落ちてきた一粒の雨を掴んだ。あ、それがミサの本体に変わった。ミサ、お前はそもそも弱い。だが、弱いなら弱いなりの戦い方がある。頭を使え。精霊魔法をもっと活かすことだ。威圧すると、俺の魔力に当てられ、ミサは混沌した。アノス。振り向けば、ミーシャが、アイビス、で巨大な氷の魔王城を作っていた。もう一回。いいだろう。俺も、アイビス、を使い、その場に魔王城を建てる。手のひらを返し、空へ向ければ、魔王城が宙に浮かび上がった。試してみよ。目の前を指さす。すると、魔王城は勢いよく飛び、ミーシャが作った氷の魔王城と激しく衝突した。けたたましい音が鳴り響き、ガラガラと無数の瓦礫が空から降ってくる。砂ぼこりが風にさらわれていくと、そこに立っていたのは俺の作った魔王城のみだ。氷の魔王城は残らず瓦礫と化していた。まだまだだな。ミーシャに向かって歩いていくと、彼女はふっと意識を失ったかのように倒れる。全魔力を迷いなく、アイビスの魔法につぎ込んでいたのだろう。ふむ、思い切りのいいことだ。魔法陣を描き、全員にエイシャールを使う。すると、4人は意識を取り戻し、ゆっくりと体を起こした。ガイズの魔法を使い、失った分の魔力を融通してやる。さあ、自習の続きだ。時間が来るまで、何度でも、蘇らせてやる。第74話、1位兼シグシェスタ。一日みっちりと有意義な自習を行い、その放課後、俺はレイを連れて、デルゾゲードの地下ダンジョンにある宝物庫を訪れていた。ずらりと並べられた魔剣や魔法具の数々を見て、レイは驚いたようにこちらを振り返った。これ、全部アノスの会 ?2000 年前に集めたものだ。へえ、君が暴虐の魔王だっていう話、だんだん本当な気がしてきたね。魔剣に視線を配りながら、気もそぞろにレイは言う。この男にとっては、2000年前の魔王のことよりも、今目の前にある魔剣の方がよほど大事なのだろう。好きなものを選べ。レイは置いてある魔剣を一つずつ物色していく。どれも神話の時代の一品だが、イニーティオほど彼にふさわしいかと問われれば、なかなかそうは言い切れない。イニーティオは確かに優れた魔剣だが、実はそれほど強力といったわけではない。魔法術式を切り裂く魔剣とはいえ、問答無用で魔法を打ち消すことができるわけではない。自らの技量で魔法を切らなければならないのだ。例えば、剣で対処しきれぬほど大量の魔法を打ち込まれれば、その全てを切ることはできない。ミサが使った時は、魔法術式が複雑化したジェグレイドを切ることができなかった。魔法術式を冗長化して魔法を放てば、やはりそれだけ魔法を切るのが困難になる。それに半魔法や魔法障壁を切り裂くことはできるが、魔剣自体の切れ味は平凡だ。その威力は使い手に大きく依存している。だが、常人ならざる剣の技量を持つレイが使えば、攻撃魔法も防御魔法もすべて切り伏せる恐るべき魔剣と化す。魔剣大会でレイが対戦相手の魔剣をことごとく切ってのけたのも、彼の技があってこそだ。剣以外の魔法がさほど得意ではないレイにとっても、相手の魔法を剣で無効化できるイニーティオはかなり相性が良かった。レイは宝物庫に片隅に置かれた一振りの剣に目を留めた。抜いてみてもいいかい？ああ。彼は鞘から魔剣を抜き放つ。白銀に輝く剣身は、目を奪われるほど美しい。いいね。ふむ。それに目をつけるか。なかなかどうして、奇妙な縁だな。1位剣シグシェスタ。なかなか厄介な魔剣だぞ。俺は、アイビスの魔法を使い、レイの目の前に試し切り用の石像を用意してやる。切ってみろ。レイは一歩前に出る。目にも止まらぬ速度でシグシェスタを上段から振り下ろした。ふっ。頭から両断するかのごとく、剣身が石像を通った。だが、石像は切れていない。全くの無傷だった。へえ、面白い。
と言った風にレイは微笑んだ。シグシェスタの献身は思うがままに変化する間を秘めている。この思うがままに、というのがくせ者でな。一意専心、すなわちそのことだけに心を集中しなければ、何も切れぬ生蔵だ。かすかな雑念でもあれば、一意見は真価を発揮しない。真偽体、そしてすべてが一つのことに集中して初めて、シグシェスタは思うがままの魔剣と化す。だが、言うは易しというやつだ。一意専心など、そうなせる技ではない。ましてや、戦いの最中、そのことだけに集中していては、真っ先に死ぬことになるだろう。何せ相手の攻撃に備えただけで、一意専心が成立しないのだからな。アノスは使えるのかい？使えなくはないが、俺の場合は力ずくで言うことを聞かせているだけだ。本当の意味でシグシェスタを使いこなせたのは、俺が知る限り一人だけだ。そんな人がいるんなら、ぜひ手合わせしてみたいけどね。その人が使っていた魔剣がここにあるってことは、もうアノスが？ふっと俺は笑った。いいや、転生すると言っていたからな。もともとこの魔剣は俺がくれてやったものだから、律儀にここへ返しておいたんだろう。シグシェスタは2000年前、俺の片腕だったシンが好んで使っていた魔剣だ。お前なら、その剣を使いこなせるかもな。どうして？お前はそいつによく似ている。すると、レイは爽やかに微笑んだ。その人が転生したのが、僕だってことかな？まだわからぬ。お前こそ、何か自覚はあるか？一意見を突き出し、精神を集中するようにしてレイは考える。なんとなく、この時代以外にいたような気はしているけどね。記憶はないんだ。そうだろうな。その剣を使いこなせれば、少しは思い出せるかもしれぬぞ。そうなんだ。一意見は思うがままに変化する剣だ。かつての所有者の念がそこに込められている。同じ根源の持ち主ならその念に同調することがあるかもしれない。あるいは、それを見越して、真がここに一意見を残していったのかもしれない。転生後の自分がいつかそれを手にするように。前世が分かったところで、何がどうなるわけでもない。思い出す必要も別段ないとは思うが。そうだね。でも、とりあえず、この魔剣にするよ。他は見なくてもいいのか？これが気に入ったからね。魔剣に惹かれたのだろう。しかし、一番厄介な魔剣を選ぶところが、やはり真に似ているな。では戻るか。俺たちは宝物庫を後にした。地上に戻ってくると、レイと別れ、俺はその足でアノス、ファンユニオンのユニオン島へ向かった。中に入り、階段を登っていく。メルヘイスと話す約束をしているのだ。2階に差し掛かったところで、聞き覚えのある声が響いた。それじゃ、アノス様応援歌合唱曲第3番の歌詞なんだけど、何か意見のある人は挙手。はい、やっぱり、今回はアノス様がよく言うセリフにちなんだ感じにした方がいいと思う。よく言うセリフってなんだっけ？あれ、ほら、例えば大魔剣教練で言ってた、山脈を両断したぐらいで、俺の頭が割れるとでも思ったか、的なやつ。ああ、いい。それ、絶対いいよ。あれだよね、山脈を両断したら、普通は頭ぐらいは割れるけど、アノス様の場合は全然なんともないってことだから、そういう方向性がいいってことだよね。そうだね。それを歌詞にすると考えて、アノス様らしいのって、どんな風になるかな？ファンユニオンの少女たちはじっと考える。なかなか妙案が浮かばないといった様子だったが、やがて、一人がボソッと言った。キスしたからといって、付き合ってるとでも思ったか？キャーッと少女たちは黄色い悲鳴を上げた。ゲドー、アノス様ゲドー。でも、そこがいい。ゲドーかっこいい。それ、絶対言うよね、アノス様。言わんぞ。じゃあ、こういうのは、抱いてやったからといって、心まで奪ったと思ったか？いや鬼畜そんなの、絶対、言われたいよ。昼に会いたいからといって、体目的じゃないと思ったか？直球すぎるよ。アノス様、昼間からお盛んだよ。じゃあ、これは愛しているからといって、結婚できると思ったか？もうわけがわからないよ。ミステリアスすぎて、頭沸騰しちゃいそう。
最後。これ最後ね。捨てたからといって、俺のものじゃないと思ったか？やだ。捨てられたい。もうやめて、やめて、アノス様。そんなこと言われたら、私、都合の良い女の子になっちゃうんだから、ひどいよ。ふむ。なんなのだ。これは、一体。今の、いい感じだよね。歌詞のストーリーラインはバッチリじゃない？うん。そう思う。じゃ、アノス様応援歌合唱曲第3番は、切ない系のラブソングでいこう。ちょっと待って。でも、ラブソングは応援歌じゃないよね。アノス様が戦っている時に歌うのに、それってどうなのかな？あ、そっか。おかしいよね。じゃ、こう考えたらどうかな？アノス様が強すぎて、戦いなんてさまつなことだから、それよりも早くあの子と人やの燃える恋を楽しみたいぞっていうアノス様の内心を表しているとか。一瞬、その場に沈黙が訪れた。そして次の瞬間。天才だよ。ちょっと、アノス様のご心を見抜きすぎなんじゃない？見抜いておらぬぞ。えへへ、応援歌だからといって、ラブソングじゃないと思ったか？キャーっと黄色い悲鳴がユニオン島に鳴り響いていた。ふむ、まあ、あれだな。聞かなかったことにしておこう。楽しそうで何よりではないか。そんなことよりも、メルヘイスに話を聞かなければな。俺はユニオン島を登っていった。次回は、魔王学院の不適合者。第75話、勇者学院の謎。第76話、ガイ・ラディーテ遠征試験。高評価、チャンネル登録、お願いします。